皆さんこんにちは。コロニー製作所です。今回は100分の1スケールホワイトベースの最大の難所、主翼と艦艇部分を作っていきます。主翼はここ、艦艇部分はここ。どちらもパーツが大きいので作成に3ヶ月もかかってしまいました。まずは 3D データを作成していきます。データを作成するときは機動戦士ガンダム公式百科事典などの資料をできるだけ調査し、用途を想像しながらディテールを入れていきます。しかしこの艦艇部分は特に記述がなく、用途は分かりませんでした。一方主翼は公式百科事典によると、大気圏内での揚力発生とミノフスキークラフトの機能があるそうです。そして幅はなんと180メートルと超巨大。そうなんです。模型でも 1.8 メートルの大きさになってしまいます。この巨大な主翼を自立させるには、主翼を軽く作り強いフレームで支える必要があるので、フレームをアルミで、主翼は FDM 式の 3D プリンターで作成することにしました。この主翼のために大型 3D プリンターを導入しました。特徴は何といっても造形サイズで、これだけ大きなものが出力できます。また出力スピードが速いのも特徴になっています。この船のおもちゃならなんと十分程度で出力できます。ちなみにお値段は8万円でした。それでは主翼部分を出力していきます。この大きさのパーツで出力時間がだいたい11時間でした。サポート材を外すとこんな感じ。主翼は大きく4パーツに分けて出力し、接合部はスナップフィットできるようにしました。仮組みするとこんな感じになります。すでにめちゃくちゃでかいですが、かなり軽くできたので大成功です。次に出力したパーツを表面処理していきます。FDM 式の 3D プリンターは積層跡が目立つので、全面的にパテを塗りました。パテが固まったらヤスリかけしていきます。ちなみにこちらは愛用しているヤスリです。ヤスリがロールになっているのですぐ取り替えができて便利。あとはひたすらこれを繰り返し、最終的にサーフェーサーで細かい傷まで確認します。出力、パテ、ヤスリ、この工程を繰り返すこと 1.5 ヶ月。やっと揃った主翼と艦艇部のパーツがこちらになります。ピンクのパーツが艦艇部、グレーのパーツが主翼になります。ちなみに今回消費した 3D プリンターのフィラメントは 7kg でした。次は塗装をしていきます。塗装はいつものガンダムカラーを使っていきます。塗料が乾いたら墨入れ。次は艦艇部のパーツを組み合わせていきます。3D プリンターで出力したパーツの外側にレーザー加工機で細かなディテールを彫刻したアクリル板を貼っていきます。
パーツを組み合わせるとこんな感じになります。また鑑定部分はメンテナンスできるようにマグネットで取り外しできるようになっています。ここで完成した主翼と鑑定部のパーツを並べながら今回作成にかかった材料費を計算してみました。 3D プリンターのフィラメントが14,000円、アクリル板が5,200円、サーフェイサー、ガンダムカラースプレーが21,550円、合計4750円でした。気を取り直して電飾していきます。まずは主翼の先端にある赤と緑の航空灯を作っていきます。航空灯の細かいパーツは光造形式の 3D プリンターで作成しました。ハンダ付けした LED と航空灯のパーツを接着し主翼に取り付けます。次は主翼の根元にも前方を照らすライトをつけます。ここは LED ではなく太めの光ファイバーで光るようにしました。飛行機でいうところの滑走路を照らすタクシーライトのイメージです。最後にパーツを配線しながら本体に取り付けていきます。まずは鑑定部分から。次に主翼を支えるアルミフレームの組み立て。最後に主翼とその周辺部を取り付けて完成になります。
いかがだったでしょうか。主翼がとにかく大きいので設計段階からかなり大変でしたが、なんとか完成しました。完成して嬉しい反面、リビングがどんどん占領されていくので、本当にこの先どうしようか悩んでいます。とりあえず次は何を作ろうかな。さすがにちょっと小さい模型がいいですね。リクエストと応援をお待ちしています。